皆さんこんにちは。ひらめき DIY です。今回はオリジナルスマホスタンドを設計し 3D プリンターで製作してみたいと思います。フィラメントは PLA のマットパープルとマットブラック2色で作っていこうと思います。光沢のあるフィラメントよりマットタイプの方が好みですが、少しコスパが悪いです。3D キャドを利用して設計していきますが、初心者なので苦戦しながら図面を描きました。最初に適当な紙にスマホスタンドの想像図を描いて、スマホ本体の寸法を測ります。その後 3D キャドに入力しながら描いていきます。2次元のキャドは過去に使ったことがあり、操作方法が少し似た部分もありました。慣れてないせいか画面をぐるぐる回しすぎて酔いました。しかしパズルを作ってるみたいで結構面白かったです。念のため本体を制作する前にミニチュアで出力してイメージ通りにできているか確認します。おそらく大丈夫そうです。クーラーのスライサーソフトを使っていましたが、途中でトロンクシーのスライサーに変更しました。なぜかトロンクシーのスライサーの方が出力スピードが倍速です。設定値の問題かと思いましたが、英語表記のためよく分かりませんでした。実際にこのパーツは3時間ぐらいで印刷できてます。上部パーツも同様にスライサーソフトで変換します。途中で色を変えるため造形物の位置を斜めに配置してます。両方のパーツとも設定値はほぼ標準でノーマルクオリティです。このパーツも実際には5時間ほどの印刷時間です。先に土台パーツから印刷しますが、この土台はある理由から失敗作となります。実際に手に取ってみるまで気づきませんでしたが、なんだかとてもごつくでかすぎなのでデザイン変更することにしました。サイサー買ったんじゃないの？デザインを変更し少しだけスタイリッシュになりました。続けて上部も出力しますが、2色にするため途中でフィラメント交換します。交換する部分にあらかじめ上下に印をつけました。この 3D プリンターは一時停止してフィラメント交換ができるタイプなので、一時停止してフィラメント交換をします。自分が使っている機種はトロンクシー XY2 Pro です。本当は可動部分が角度調整できるタイプにしたかったのですが、技術不足のため簡単な作りにしました。なんだか色合いがエヴァの初号機みたいです。なんか我の体に似てるな。さては意識したら？寸法は高さ12センチで幅は15センチです。スマホを配置してみるとこんな感じになります。サイズ的にもう一回り小さくても良さそうです。このスマホスタンドの STL データはモデラボに投稿しましたので、出力してみたい方はぜひダウンロードしてみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。次回の動画もオリジナル作品を制作予定です。ご視聴ありがとうございました。動画をご覧いただきましてありがとうございました。動画が良かったなと思いましたら、高評価とチャンネル登録お願いします。動画制作のモチベーションがとても上がります。それでは次の動画でお会いしましょう。